銀玉のすごろくドラマ DC。 3人よっても文殊の意味さえわからない。なんか俺たちのゲーム無事に発売したらしいよ。銀玉のすごろくとかいうやつ。あ、そうなんですか。5年ぶりでしたっけ。もう僕たちのゲームは出ないのかと思ってましたよ。売れるといいですね。せっかくのお年玉をなもんに使うくらいならもっと有意義に使うね。スカンブ買ったりとか。すごろくだもんな。ボードゲームが悪いとは言わねえけど、ちょっとあれだよな。カットしないやる。そうそう。ちょっと2人とも何言ってんですか。せっかく発売したのに水差すようなこと言わないでくださいよ。いいじゃないですか、すごろく。何いい子ちゃんぶってらるか。お前も本当のこと言えよ。そうだぜ。ボードゲームなんかより格闘ゲームとかアクションゲームとかそういう派手なのが良かったって。いや、そんなこと言ったってもう発売しちゃったんだからしょうがないじゃないですか。なんとかティメットヒーローとかなんとかティメットストームとかああいうのがやりたいやる。そりゃ僕だってやりたいけど。とにかく次回作はすごろくなんて地味なやつじゃなくてジャンプ作品らしく派手な感じでいこうぜ。でもプロデューサーがこんだけ頑張ったんだから銀玉はもういいって言ってるらしいよ。じゃあ次のゲーム化はまた5年後とかなの？5年後ならまだ違法ある。もう永遠にゲーム化しないかもしれないね。そんな。たく何がこんだけ頑張っただ。本当に頑張ったやつは頑張ったなんて言わねえんだよ。新八、神楽、次回作の企画考えるぞ。そんな甘えたこと抜かすプロデューサーにゃ任せちゃおけねえ。俺たちのゲームなんだ。俺たちで考えようぜ。銀ちゃん、やっぱ次こそは格ゲーあるよ。世の中は格ゲーを望んでいるね。でも僕たちには派手な必殺技もないんだよ。一体どうするつもり？んなこと言ってるからいつまでたっても格ゲー出せないね。必殺技なんてありものから適当にでっち上げればいいやる。こんな感じで。私より強いやつに会いに行くね。ほいたはちゅはちゅおりゃ謎の失踪を遂げたカピーの手がかりを求め国際的犯罪組織を追う女捜査官カグラ。彼女の戦いが今始まるある。そうありものからでっち上げるってほぼパクってんじゃねえか。そんなもんダメに決まってんでしょ。なんだ醤油剣って。醤油あるソイソースね。神楽、料理の基本はさしすせそだ。砂糖が最初だぜ。何の話してんの。好きに吠えるがいいやる。その程度でこの女捜査官カグラの鋼の石を折ることなどできはしないね。あ？ラウンドワンファイト。えはちはー KO! You win! 何やってんの二人して。もう悪ノリはよしてくださいよ。ラウンド2! しないしない。もう勘弁してください。女捜査官カグラに恐れをなしたあるな。ノリ悪いぞ新八。格ゲーはやめましょう。僕が不利だし。銀さんは他にいい案ないんですか？あ？そうだな。無難なところで言うと RPG もいいよな。おお、いいですね。よろずやに来た依頼をバリバリこなしていくクエストものなんてどうですか？なんでそういう夢のないこと言うかな。ゲームでまで仕事したくねえよ。だいたいバリバリこなせるほど依頼来ないだろうが。俺はな、冒険がしたいんだよ。冒険？だったらタマクエストを実際に作るとかどうあるか？村人は白の全身タイツを使い回せばいいし、モンスターは村人のタイツを黒く染めて使い回せばいいし。なるほど。アニメパターンは右足を上げてる絵と左足を上げてる絵の2パターンあればいいしな。楽に作ることに重点を置いて考えるのやめましょうよ。バカ野郎！少ない予算でどう作ろうか考えてるだけだろうが。楽なものづくりなんざねえんだよ。先人たちに敬意を払え敬意を。というわけで次回作はこういうのにしよう。冒険の旅が今始まる。行く手に隠された謎、
恐ろしいモンスター。運命に導かれた仲間たちと共に魔王を打ち滅ぼせ。今新たな勇者の伝説が生まれる。ドラゴン。どこが敬意を表してるんだ。謝れ、いろんな人に謝れ。なんだようるせえな。村人はおとなしくメガネ割られてろよ。なんでメガネ、ツボじゃなくて。俺だって勇者になりたいんだよ。ドラゴンファンタジーとかファイナルクエストとかやりたいんだよ。何ですかそのミックス RPG。全て混じり合って無に変えるね。そしてクリスタルに記された未来を変えるのが女捜査官神楽の真の目的。混沌なるカオスが私を待っているある。かぐらちゃん、混沌とカオスって同じ意味だよ。奴らが来る。奴らって誰。かの者の名は人間には発音できない。大いなるものにより剥奪されし唐の言葉、すなわちバベルワードによって記されているからだ。銀さん、あんたまで何恥ずかしい小芝居に便乗してんだ。じゃあお前がいい案出してくれよ。もう銀さんはダメだ。何もかも大いなるものに剥奪されたからダメだ。自分で次回作の企画考えるって言い出しといて、やる気なくさないでくださいよ。ほら、お前がやりたいゲーム何でもいいから言ってみろよ。そこが突破口になるかもしれないだろ。僕がやりたいゲームですか。そうだな。じゃあ、いや、どうしたね新八。なんか思いついたあるか。なんだよおい、言ってみろって。笑ったりしねえから。おつーちゃんのゲーム。なんだって。おつーちゃんのゲーム。例えばおつーちゃんのプロデューサーになってトップアイドルに育てるっていうか、一緒に頑張るっていうか。ああ、アイドルのプロデューサーか。なんかどっかで聞いたことあるような。それでいろんな苦難を乗り越えることで信頼関係が生まれて、初めは他人行儀だったのがいろいろ相談されるようになったりして、ライブ前に緊張するとか言われたみたい。ケイちゃん、新八どうしちゃったのか。こいつ頭大丈夫あるか。ダメだこいつ、早くなんとかしないと。元からダメだったか、ここまでとは。ちょっとなんだ、何言ってんだあんたたち。笑わないって言ったじゃないですか。いや、笑ってねえよ。笑えねえよ。やっぱり言わなければよかった。さ、今回はおつーちゃん呼んでないから、俺たちがやったみたいな小芝居は入れられねえんだ。先に言っときゃよかったな。銀ちゃん、だから貞治もいないあるか。そうそう。おつーちゃんがいないということは貞治もいないということだよ。おつーちゃん普段は貞治の中に入ってるからね。何意味わかんないこと言ってるんですか。中の人なんていませんよ。そうだ、エリザベスには中の人などいない。桂さん。どうした大きな声を出して。なんだ、何かいるのか。てめえ、どこから湧いて出やがった。湧いて出るなどと人を湧き水のように言うのはやめてもらおうか。あいにく俺はそこまで清らかな人間ではない。褒めたように聞こえましたか。ていうかいつからいた。さっきからずっといてあるよ。二人とも気づいてなかったあるか。気づいてたよ。俺気づいてましたけどね、本当は。それで何かご用ですか。ああ、次回作の相談をしていると聞いてな。俺も入れてくれんか。いや、さっき始めたところなんですけど、なんで知ってんですか。壁に耳あり、ジョージに目あり、隣の部屋にはブライアンと言うだろう。言いませんよ。誰ですかブライアンって。つまりどこにどんな密偵が潜んでいるかわからぬから、密談や作戦会議を行う際には隣の部屋にも気をつけろという教えだな。ただの隣人だと思っていたブライアンは密偵だったあるか。いや、ジョージやメアリーも密偵だ。基本全員密偵だと思っておいた方がいい。そんな。それじゃあ一体誰を信じればいいね。あいつが密偵で、こいつも密偵で、お前も密偵で、誰も信じられないよ。とかい怖いところね。おいどうすんだ。お前のせいで純粋な少女が人間不信に陥っちゃったよ。案ずるなリーダー。人を信ずるということはまず疑うことから始まるのだ。まず疑い、よく見極め、
その上で信じられると判断したら己をかけて信じ通せばいい。つら。面じゃない桂だ。今の教えを忘れてはならんぞリーダー。立派な上位志士になりたいのならな。いつから上位志士育成講座になったんですか？次回作の相談はどうなったんですか？無論あんなら考えてあるぞ。遊びながら上位志士のいろはを学べる革命シミュレーションゲームだ。タイトルは小太郎の野望でどうだろ結局お前もパクリかよ。う。パクリ？何のことを言っているのかさっぱりわからんな。俺のは全国の革命家を倒し全国統一するゲームだぞ。いや、革命家倒しちゃダメじゃないですか。それじゃあ将軍を倒して全国統一するゲームでどうだ？乗っ取ってどうすんだ？全国統一から離れろ！おい待てよ。シミュレーションはいいけどよ、ジャンプ作品でやるのはちょっとあれじゃね？もっと派手なのがいいやる。少年向けの要素も必要ね。案外スポーツものとかいいかもしれねえな。バスケとか。なんでバスケ？メガネのバスケというのはどうだ？おお、いいやるな、メガネのバスケ。お前らそれ言いたいだけじゃねえか！奇跡の将軍を倒して全国統一するゲームだ。なんでまた全国統一？あんたの頭のバカさ加減が奇跡的だわ！必殺技はバニシングメガネな。メガネバニシングさせてどうすんですか？もうお前らがバニシングしろ！みんな真面目にやる気あるんですか？玄関がバニシングしてある。やっべ、家賃の取り立てだ。おい誰か、俺は消えたって言ってくれ。バニシングしたって言っといてくれ。バニシング用途広いな。悪いが取り立てじゃねえよ。新選組の皆さん。ここに桂がいると目撃情報があってな。お前たち何か知らんか？さっさと桂を出しな。桂さんなら、俺、いない。あいついつの間に逃げたのか。まだどこかに隠れてるかもしれねえ。部屋の中を改めさせてもらうぜ。おい、改めるべきはてめえらの態度だろうが。人んちの玄関吹っ飛ばしといてなんだその態度は。すいませんでした旦那。でも俺はバズーカ撃つ気なんてなかったんでさ。土方さんが無理やり。何人のせいにしてんだこら。いい加減にしろよ。お前らのせいで全部めちゃくちゃある。せっかく次回作の相談してたのに。次回作？というと、ゲームの次回作か？ええ。なんか自分たちで次回作の企画を考えようって話になってて。どうせお前らのことだ。脇道にそれて進まなかったんじゃないのか？まるで自分ならうまくやれるみてえな口ぶりじゃねえか。できるもんならやってみろやこら。おお、そこまで言うならやってやるよ。お前らがメイン張ってるからうまくいかねえんだ。俺たちに任せな。なんだ付き合うんですか？いい案でもあるのか？ああ、俺たちを主役にして刑事物なんてのはどうだ？凶悪事件を解決していく推理アドベンチャーだぜ。なんだ切った張ったのはアクションじゃないんですか？ハードボイルドで人情派の刑事は確かに憧れるけど、推理なんて俺たちにできるのか？無理すんじゃねえよ。お前らにできるのはバナナの栽培とゴリラの飼育だけだろ。外野は黙ってな。そうだな、タイトルはマヨネーズ消失事件。いや、予想はしてましたけどね。なんかシリアスな曲流れてきたんだけど。事件概要はこうだ。マヨネーズ富豪であるバルバロッサ将軍のマヨ保管庫から複数のマヨネーズが盗まれた。おい、バルバロッサ将軍って誰だ？盗まれたマヨはどこへ消えたのか、そして犯人は誰なのか。おい、誰かこいつ止めろ。バニシングしろ。なんか酸っぱい事件あるな。ここが現場の保管庫か。トシ、詳しい事情を知っている者から話が聞きたいんだが。ああ、第一発見者ならもう呼んであるぜ。おい、そこのつるっとしたシルエットのメガネとド S、お前らだ、こっち来い。僕も参加なんですか？発見した時の状況を教えてくれ。保管庫から物音が聞こえたので僕たちは慌てて駆けつけました。扉には鍵がかかっていたので僕が扉をこじ開けました。そして僕たちは
マヨネーズがなくなっているのを見つけました。保管庫に窓はありません。これは密室事件だと僕は思いました。あれ作文？部屋は密室か。保管庫の中に何か手がかりがあればいいんだが。こいつはどうした？メガネだ。犯人が落としたものに間違いねえ。ということはまさか新八君？なんでメガネイコール僕？ていうか落としてませんよ。今もメガネしてるでしょ。短い付き合いだったが残念だ。ちょっとあっけないラストだったが事件は解決だな。捜査は終了だ、近藤さん。近藤さん？すまんがトシ、俺はまだ納得できねえ。新八君を見てみろ。彼は今もメガネをしている。お前が拾ったメガネは本当に新八君のメガネなのか？だから今それ言ったじゃないですか。何言ってるんだ近藤さん。そいつがかけてるメガネは予備のメガネなんだろ。やれ。銀さん？銀さんじゃない。今は坂田弁護士と呼べ。弁護士が現場へ何しに来た？お手帰れ。まあ待ってくださいよ。今あなたは予備のメガネなんだろとおっしゃいましたね。その曖昧な言い方、確証が持てていない以上、保管庫に落ちていたメガネは証拠として明らかに不十分では？にもかかわらず、なぜ彼を犯人と決めつけるんです？それはとにかく調べればすぐに分かることだ。捜査の邪魔だ。さっさと失せな。ケンちゃん、相手はたじろいでいるある。その調子ね。私だったらこう考えますよ。このメガネは捜査を混乱させるために真犯人が置いたものかもしれないとね。真犯人？何よバカな。坂田弁護士、一体誰なんですか？僕を陥れ犯人に仕立て上げようとした人物は？目星ならすでについていますよ。密室という状況ばかりに目が行きがちですが、それすらも犯人が仕組んだ罠。本当に目を向けるべきは動機だったんですよ。だとすれば思い当たる人間なんか一人しかいない。そう、犯人はあんただ。俺だと？何を証拠に？その懐に隠しているものが全ての証拠さ。トシ、やめろ近藤さん。これは盗まれたマヨネーズ。本当にお前が？なぜだトシ？ああ、そうだ。犯人はこの俺だよ。大した推理だったぜ。じゃねえよ。何？いや何じゃなくて、なんで俺犯人？なんで勝手に乱入してきてんの？ああ、なんかその方が面白いかと思って。犯人はトシだったのか。ヤスみたいに言うのやめてくれる？ちなみに密室だったってのは沖田君の嘘ね。ああ、そうだったんですか。第一発見者が共犯だったのか。なんかえらい長い小芝居だったな。ハードボイルドやりたいのは分かりましたけど、やっぱいまいちじゃないですかね。推理だのミステリーだのは俺たちには合いませんよ。確かにちょっと楽しかったが、少々花が足りない気はするな。もっと華やかさをアピールしていかんと。アピールするほどの華やかさがあると思ったら気のせいだぜ。どこをどうひっくり返してもむさ苦しさしか出てこないだろう。そうだな。俺たちだけで華やかにするのは難しいかもしれん。だからそこは女性の手を借りようと思うんだ。ああ？女性なんていたっけ？銀さん、僕嫌な予感がします。校庭に生えている桜の木、あの木の下で愛を誓い合ったカップルは未来永劫幸せになれる。学園にはそんな伝説があった。今日は学園の入学式。俺の高校生活記念すべき1日目だ。よーし、卒業までに必ずやおたえさんのハートを射止めてみせるぞ。は
あそこにいるのはおたえさん。声をかけてみよう。おーい、おたえさん。あら、イサオくん、おはよう。今日も相変わらず素敵ね。いやー、おたえさんこそ今日は一段と輝いてますよ。まあバッカンこっちゃん。やめろー。人の姉上を何だと思ってんだ。許さんぞ。おたえさん。金ちゃん、なんであのゴリラあんな楽しそうなの？この冷め切った空気の中でなんであんなに楽しそうなの？見ちゃいけません。ゴリラが映るでしょ。近藤さん、今のはちょっとやめた方が。いいじゃん。花があるじゃん、恋愛シミュレーション。ほらアドベンチャーだろうが。この作品にはグロテスクな表現が含まれます。小さなお子様のご視聴には特にご配慮くださいだよ。なんだよ、みんなして。そこまで言わなくてもいいだろう。近藤さんも土方さんも自分がやりたいことしか考えてないからいまいちなんでさ。一人がやりたいゲーム作ってそんなもん一体誰がやるってんです。大勢がやりたいと思える、面白いと思える、そういうのを考えないと売れませんぜ。なんです？みんなしてアホみたいな面して。あ、いや、すいません。なんか意外で。ああ、なんか普通にまともな意見だったからな。騙されちゃダメあるよ。そいつのことね、なんか企んでるに違いないある。妙な言いがかりはやめろ。てめえと一緒にすんじゃねえよ。いや、しかし相互の案には期待が持てそうだな。あんてほどじゃありませんけど、ストーリーはひとまず置いておくとして、やった後スカッとする方がいいんじゃないですかい？誰でも遊べるように操作はできるだけ簡単に、ルールも単純で分かりやすい方が案外いいかもしれませんよ。おいおい、本当にどうしたんだ相互。熱でもあるんじゃないか？俺も俺なりに考えたってことでさ。あくまで例えばですけど、2D のシューティングゲームなんてのはどうです？簡単だしスカッとしますぜ。なるほど。シンプルなものなら移動ボタンの他は射撃ボタンがあればいいですもんね。でも俺たちでシューティング世界観的にマッチしなくね？まあ確かに宇宙人っていうかアマントとかいるけど、その宇宙船撃ち落とすような話じゃないしな。アマントとかの設定もあるのかないのかわからなくなってきてるある。いや、神楽ちゃん、そういう君がアマントっていう設定じゃなかったっけ？何も宇宙戦争的なものじゃなくたって、やりようならいくらでもありますぜ。こんなのはどうですかい？死ね土方。おい、ここまでの流れ的に今のはねえだろ。画面右側から迫り来る土方さんを片っ端から撃っていくゲームで、土方さん撃ち放題でさ。ああ、いい。すごくいいと思う。旦那なら良さを分かってくれると思ってやした。土方さんはマヨネーズを発射してくるんで、そいつを避けながら攻撃してください。マヨネーズに当たると死にます。死ぬの？マヨネーズで？ふざけんな。誰かに向かって発射するくらいなら自分で飲むはもったいねえ。でも一人しかいないならちょっとつまんなくね？ああ、ですから土方さんには増殖してもらいます。はあ？いや、しない。土方さん増殖しないよ。え？単細胞だからできるんじゃないんですかい？どれが単細胞でバカにしてんのか。ああ、やっぱりこうなったね。グダグダある。こんなんじゃいつまで経っても結論出ないよ。ちょっとどうすんですか？このままじゃ次回作出ませんよ。ちゃんと考えましょうよ。そうは言ってもな。やっぱさ、ゲームってのはみんなで遊んでなんぼだよな。まあ一人で遊ぶのが好きな人もいると思いますけど、みんなでワイワイやるのも楽しいですよね。ってことはさ、どんなやつでも最初からルール分かってるゲームがいいよな。ああ、そういう考え方もあるな。スゴロクとかどうよ。ああ、サイコロ投げるだけでいいし、楽でいいですね。でもそれだけじゃちょっと地味じゃないあるか？じゃあ派手にすればいいだろう。演出とか。
何か目新しい技術を使うっていうのもいいかも。でも平和に進んでいくだけなものもつまらないですよね。なんか妨害してくる要素があればいいんじゃないか。だったらマダオが追いかけてきたら面白い何それ。なんか良さそうな感じじゃねえか、すごろく。そうですね。すごろくいいですよ。すごろく賛成じゃあすごろくで決定だ。タイトルは銀玉のすごろくで。さすがにひねりがなさすぎじゃないか。よし、完璧だな。やっと終わったのか。肩こったね。いやー、苦労したぜ。でもこんだけ持ち上げときゃ売り上げもちっとは伸びるだろう。今回のゲーム売れないと次回作どころの話じゃないですからね。それにしてもお前最後の方なんかわざとらしくなかったのか。言えた義理か。てめえの方がよっぽど不自然だっただろうが。たくこんなんで本当に売り上げ伸びるのか。久々のゲーム化だから確実に売って次回作につなげたいって言うから協力してやったんだぞ。これで俺たちが主役の次回作が出ないなんてことになったら。心配すんな。てめえらが主役のゲームなんざ未来永劫出ねえよ。あ皆さん無理ってすいませんでした。構わんさ。何より新八君の頼みだからな。俺たちだって暇じゃねえんだ。これっきりにしてくれよ。で桂はどこにいる。ああ、そういえば本当にどこ行ったんだ。マイボウサラミはあ。なんだこれ煙。何にも見えない煙玉か。カツラ。正直どのタイミングで再登場すればいいのかわからなくて涙目になっていたところだ。くそ。どこだ。見えねえ。あっちじゃないか。おい、人っちで暴れんな。あまり長いはできないようだな。出てきたばかりだが俺はこれにて失礼する。バイビー。玄関の方だ。逃がすか。待てカツラ。ちょっと。どっち。こっち。待て。どうし。総合。玄関の修理費払えよな、おい。たくあいつら。新八、窓開けて換気しろ換気。はい。やれやれだぜ。銀ちゃんこれまだ動いてるあるか。あ？何？ボイスレコーダーがどうしたって？録音ってとこ電気ついてるある。まだ動いてるよ。もうやだな神楽ちゃん。さっき銀さんが止めたでしょ。あれ本当だ。まだ動いてる。やばい。あ、銀さん止めたんじゃなかったんですか。止めたよ。止めたけれども、あれ、おかしいな。ずっと録音されてたってことかよ。俺変なこと言ってないよね。大丈夫だよね。大丈夫ね。銀ちゃんは常に大丈夫じゃないやろからな。そんなことより早く止めないと。お。スイッチ X。今作を追って次回作につなぎ、次こそは格ゲーを出す作戦が。でもこれ銀玉のすごろく買ってくれた人向けの特典ですよね。あ？そうだけど。ここで宣伝しても意味なくないやろか。あ。おしまい。